この動画では、低位、筋管二郎の手術についてご説明します。内容は、1、二郎とは、2、手術、3、合併症、4、術後の通院について解説します。1、二郎とは、二郎とは、肛門の内側にある肛門陰顆と呼ばれるくぼみから菌が入り、肛門腺に感染し、炎症を起こすことで起こる病気です。炎症が起こると、その周囲に膿がたまります。肛門腺の位置、膿の広がりにより、二郎のタイプが異なりますが、ほとんどは低位筋管二郎です。炎症が起こったり、膿がたまると、お尻が痛み、腫れたり、熱が出たりします。膿が排出されると、症状は一時的に改善しますが、免疫が落ちたりすると、再び炎症が起こり、膿がたまり、辛い思いをするので、根本的に治すことをお勧めします。また、炎症を長い間繰り返すと、がん化することもあります。治す方法は、感染層を取り除く手術になります。2、二郎の手術。二郎は、感染が広がった場所に応じて、手術の方法が異なります。ここでは低位筋管二郎に対して、当院で行っている主な術式2つについてご説明します。膿がたまる部位が肛門括約筋の間にあるため、どちらも括約筋を切る手術になります。括約筋は肛門の周囲を輪状に取り巻いています。肛門の筋肉の厚みは背中側が分厚く、お腹側が薄くなっています。分厚い背中側は多少切っても大丈夫なので、一気に切る開放法で行うことが多いです。一方の薄いお腹側は、たくさん切ると肛門の変形が起きて、後々便漏れになるかもしれないので、切開範囲が狭く、ゆっくり切るシートン法で行うことが多いです。手術時間は通常10分から長くても1時間程度です。術式についてより詳しく説明します。一つ目の開放法は、皮膚にある膿の出口から感染源となった場所まで切り取る方法です。再発が少ない方法で、傷の大きさは膿の広がり方により異なります。一方、二つ目のシートン法は、皮膚にある膿の出口から感染源となった場所までトンネルを掘ります。このトンネルにゴムを通し、肛門の外側でゴムを糸で縛ると手術は終わりです。糸で縛ったゴムの間には、開放法であれば切り取る筋肉と皮下組織、皮膚が含まれます。その後の治療は外来で行います。数週間かけて、ゴムの締まる刺激で挟んだ組織はゆっくりと切れていきます。そうするとゴムが緩みます。緩んだら外来でまたゴムを縛ります。この処置は痛みが少なく麻酔は不要です。これを挟んだ組織が切れるまで行います。組織が切れると、あとは傷が塞がるのを待つことになります。手術の前にも診察をしますが、手術法の最終判断は手術時の状況次第です。そのため、お腹側の二郎であっても、開放法で行うこともあり得ます。3、手術の合併症。術後合併症の代表的なもの4つを解説します。まず、術後の出血は100人に1人ぐらいの確率で起きます。肛門科の手術の大半は傷口を縫い閉じません。そのため、術後の傷から出血することがあります。排便時や排便後に起こることが多いです。ガーゼに染みるくらいの出血であれば自然に止まります。しかし、下着やズボンまで血液で染まるような多量の出血は自然に止まりません。病院で止血の処置が必要となるので、病院にご連絡をお願いします。場合によっては、腰椎麻酔をかけることもあります。次に、痛みに関しては、術後に傷の痛みがあります。これには、痛み止めを処方します。
また、傷口からは浸出液という黄色くて少し匂いのある体液がたくさん出ます。浸出液は傷を治そうと体が出すものなので異常ではありません。ただ、浸出液が染みたガーゼをずっとつけておくとかぶれてかゆみが出たり痛みにつながります。ガーゼはまめに交換が必要です。おしっこをするたびに交換しましょう。最後に、再発の可能性については、低位筋環二郎の場合、3% 以下と言われています。原因は、感染した場所が取りきれなかったことと言われています。当院では、術前にエコーを行うなど、慎重に手術適用を決定しています。それでも、手術中に痔瘻の場所が分かりづらいことがあります。肛門機能を温存するため、切除範囲は最小限にとどめます。したがって、感染部位が残り、再発してしまうことがあります。また、きれいに取り切れていても、傷の治りが悪く、再発することもあります。肛門の中側にだけ傷が残り、難治層となった場合です。再発とは異なりますが、他の場所に感染が起こり、別の部位が痔瘻になることもあります。再発した場合、再手術を行います。4、術後の通院。痔瘻の傷が治るまでの期間は3ヶ月程度です。難治層になると半年程度かかることもあります。通院頻度としては、ゴムが入っている期間は2から3週間に1度程度の通院をしていただき、そうでない場合は1ヶ月に1度程度の通院となります。傷がきちんと治るまで通院しましょう。ご視聴ありがとうございました。不明な点がありましたら、スタッフにお声掛けください。他にも、消化器や肛門病の説明動画もありますので、必要に応じてご参照ください。